光の粒届くような気がしていた。伸ばした小さな手のひら、空の青流れる雲、こんなに綺麗だったかな。散らばった記憶のかけら、少しずつ紡いでゆく。君のいない今日がまた始まってく。このままもう時が止まってくれないか。何をしてても誰かといても君を探して見つけたくて、流れる時に抗ってる。これが全て夢なら何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて、戻らない時追いかける。これが全て夢ならいいのに。月明かり揺らめく影、探してた光の粒届くような気がしていた。伸ばした小さな手のひら、見つけた
はい、こんばんは。グランゼーラの集い2024にお越しいただきありがとうございます。この番組は、もうなんか NG 出てますけど大丈夫ですか？この番組はゲーム会社グランゼーラの日々の活動や、ちょっと打ち合わせしないでください。始まってるんで。すいません。ありがとう。F タイプさんありがとうございます。はい。この番組は、この番組はゲーム会社グランゼーラの日々の活動や開発の遅延状況を皆さんにご報告する番組となっております。私は進行のグランゼーラ制作責任者の九条と申します。よろしくお願いします。ちょっとすいませんね。すんごい、ちょっと動き回らないでほしいんですけど。割り箸割らないでほしいんですけど。はい、すいませんね。皆さんも飲みながら何飲んでるか皆さん早弁ですよ本当に。はい。また弁当ね。はい。カルピス。三ツ矢サイダーむっちゃうまいっすね。僕三ツ矢サイダーすんごい好きですよ。はい。コーヒー。そうですね。ポカリ。緑茶。なるほど。スタッフ気抜けすぎ。1名すっごい集中力ない。ディレクターですよ、この番組の。もう全然ツイートもしてなかったしね。本当にね。ヤーガさん、ありがとうございます。お疲れ様です。はい。炭酸飲めない。そうですよね。これ、ここにあったら見えないんだけど。はい。すいませんね。ちょっと、皆さんのね、お名前が見やすいようにと思ってね。タブレット、これ邪魔にならないですか？大丈夫ですか？これはいいかも。ありがとうございます。藤崎さん、ありがとうございます。黒飴舐めて、お茶飲んでます。はい。カレー、豚骨。でもちょっと待って。食べ物やめましょう。今お腹空いてるんですよ、僕。ハイチュウ食ってました。僕ね、ハイチュウとかプッチョむちゃくちゃ好きでね、1日に6本食べてたんですよ。6本。詰めてた銀が全部取れて、それからやめましたね。鼻水出た。今笑して。はい。わらび餅。はい。わらび餅僕は路上で売ってたら、路上で食べますわ、一皿。何の話してるやん。すいませんね。はい。では、次何でしたっけ？番組、今日のプログラム、はい、お願いします。はい。今日は R タイプタクティクス1、2コスモスと、ファイナル2、3ボルブドって書いてますけど、ちょっと情報は、ちょっとタクティクスの方はあんまりないです。はい。というか、これも使い回しですよね。このフリップ。違うと。変更したと。何かっていうと、告知と次回予告が前まで逆になってたのを修正したと。そこだけ違うっていうことですね。はい、では、早速いきますかね、コスモス。はい。R タイプタクティクス1、2コスモス。R タイプのシミュレーションゲーム。R タイプタクティクスっていうのと、タクティクス2っていうのが、タクティクス2オペレーションビターチョコレート。ATF さんありがとうございます。はい。主食はピッチャーって言ってましたね。そうですね。そうですね。覚えてますね。そうですね。主食プッチョで、頃、そうです。プッチョ1日6本食べてたんで。で、この R タイプのシミュレーションゲーム1、2とをセットにして今新たに作り直しているっていうのがこの R タイプタクティクス1、2コスモスというゲームになります。で、これあれですね。なんか言い訳もちょっとパターン化してきてますけどね。4月号で特集があると。コスモスの。なんですよね。はい。なので今日はちょっと開発スタッフに内緒で持ってきた画像をご覧いただこうと思うんですけど、
よくね、ユニットの写真を持ってくるんですけど、以前一度なんかマグマ地帯みたいなところの背景持ってきたんです。今日もちょっと背景の画像を、ワンピトルトの動画面白くて、ありがとうございます。あれはどうなんですかね、需要があるんですかね、本当にね。まあちょっとそれはそれで、また、そうです、特集の予告です。で、今日はその開発中の、3D の背景グラフィック、R タイプタクティクス12コスモスの 3D の背景グラフィックを、何枚か写真を開発の方から抜き出してきました。確認用でもらった写真抜き出してきました。はい。じゃあ1枚目を。はい。これは、元研究所みたいなところが、なんかバイドに侵されてるとこですかね。はい。エンドクレジットの名前送ってくださいね。はい、お願いします。腐敗都市ではなかった。そう。バイド研究所。僕もね、名前ごっちゃに、開発中につけてる名前と世に出てる名前が違ってて、ちょっと混乱してるんですけど、これは、タクティクス12の、ヘックスの向こう側にあるグラフィックであったり、まあ、ここから戦闘シーンの時の背景を抽出したりするんですけど、そういう、まあ、バイドに侵された研究所みたいなとこです。で、次が、これも、まあ、あんまり居心地の良くないっていうか、このままここにいたら溶けそうな感じの、怪しい液体で満たされてるとこですね。ちょっと滝の色とかはまだ調整しなきゃいけないかもしれないですけど、まあ、これは本当にこう開発してる画像、そのまま持ってきてますんで、まあ、こういうところもありますっていうことで、はい。じゃあ次行きますか。これもなんか気持ち悪そうなとこですね。気持ち悪いなって作ってる人怒りそうですね。僕が作ってくれって言って作ってもらってるんですけど、まあこれなんか生物の巣窟っていう感じの。はい。まあ 3D のユニット、まあ戦闘ユニット、戦艦とか、まあバイドのユニットとこういう背景と、まあ、アニメーションなんかを並行して作ってます。はい、サハラプラスありがとうございます。はい、X マルチプライっぽさ、そうですね。はい。で、次が今日お見せできるのの最後ですね。これはすごい片付いてすっきりした感じの 3D 背景です。けど、まあなんかね、怪しげなものが。これが結果的に一番不気味じゃないかなと思ってたりしますけど、まあ綺麗に、もう非常になんか人工的な施設なのに、まあちょっと怪しいものがあると。はい、こういうところが背景になったり、まあ、戦闘シーンの後ろに映ってたりっていう感じでゲームが構成されています。はい。まあ、ちょっと今日はこの開発中の画面というか、まあ、画面写真でもないですけどね、ゲームで登場する 3D のグラフィックをご覧いただきました。はい。まあ、ちょっと来月はなんか特集が組めるということですよね。はい。もう弁当は終わったんですか？まあ途中ですね。途中とか言う。はい。はい、では次は。はい。これがちょっと今回のメインのはずだったんですけど、まあ、4月にアップデートを予定していて、前回、もうこの時期、3月下旬はもう提出終わってるんで、もう確定事項が言えますよとか言って豪語してたんですけど、ちょっと一部私の方のミスでですね、出せてないんですよね。なので、ちょっとアップデート内容の、まあちょっと言える範囲で
地味って言ったら担当してる人怒りそうですけど、まあちょっといくつか、そのなんていうのかな、もうすごいですね、むちゃ噛んでますね。まあちょっと見ていただきましょうか。こういうフリップあるんですか？用意してあるんですか？なんで首かしげてるんや。はい、じゃあめくってください。どういう、これだけないですか？こんなんでももう前回言ってますよ。5月上旬ってなんか保険かけてるでしょ。4月じゃないの？ 4 月ですよね。僕が遅れてるから5月になるかもしれんって。まあこれちょっとばらつきがあるかもしれないけど、4月下旬にアップデートが入ります。これでも何度も言うけど情報じゃないですよね。これ前回言ってる内容じゃないですか。写真あると。はい、すいません。じゃあ写真あるそうなんで。はい。これはでもおなじみの R アルバムじゃないですか。どこが違うんですか？ゴールデンウィークに間に合ってほしい。はい。これね、右上の分母が18になってるっていう、アルバムが180枚になりました。すいません、ちょっと地味な話で、間違い探しみたいになってますけど。はい。で、次が、これおなじみのステージじゃないですか。これステージ 1.0 じゃないですか。それ対空レーザーでしょ。アローヘッドですよね。どこが違うんですか？スピードがレベル 3.5。鋭いですね。すごいですね。僕より気づくのは早い。ちょっとこれもちょっと地味な改良なんですけど、速度がですね、今まで4段階で切り替えれてたんですけど、その間、ただちょっと7段階で今切り替えれる、4段階か7段階か選べるんですけど、正直ちょっと微妙な感じですね。ちょっと使ってみていただくと、今までよりもなんか合ってる速度があるかもしれないですけど、こういう機能も入れました。オプション画面で7段階って切り替えると、7段階に速度チェンジができます。はい。で、次は、今日、会社のブログの方にも上げたんですけど、はい、こんな感じで。ちょっと海の色がね、これ、ちょっと不具合で青いんですけど、もっと茶色く馴染んでる写真ですね、実際は。これちょっとまだ調整前の写真ですけど。はい。これパイロット画面の背景が、砂浜が足されます。ちょっと最終版っていうか、今日調整してもらったのとはもうすでに違うんですけど、海の色がもっとさっきの馴染んだ色になってます。はい、でその他にも、いくつか対応は進めてるんですけど、ちょっと今日お見せできるのがここまでなんですね。はい。なので、R タイプタクティクスのクラウドファンディングにご支援いただいてた方の中で、ファイナル2-3イボルボに使える機体のご応募の方とかには、一斉に皆さんにあれですか、クレジットとかもお願いしてるんですか？はい。担当からメールが行ってるんですよね。キックスターターから飛ぶんですか？メール。直接なんですか？はい。なので、ちょっとクラウドファンディングご支援いただいた方は、その時のメールアカウントにメールが来てないか確認をお願いします。で一方ではちょっとなりすましには気をつけてくださいね。私たち何かのパスワードを尋ねたり、口座番号を尋ねたりしませんので、そういうのがあったら、グランゼーラではなく、その名を語る別の何者かなんで、気をつけてくださいね。はい。
返信出しました。ありがとうございます。そうですね。D ドラゴンをちょっと先に配信しようと思ってますので。はい。いいかな。ちょっと今日出しできるのこんな感じになってしまって。で、次のこのグランゼーラの集いの前に配信されてると、その方ができるだけ早くとは思ってますけど、そんな感じでいますんで、万が一、次回の配信までに配信されてなかったら、来月ほどこそ、でもあれですね、基本的にはタクティクスの話ですね、来月はね。はい。なんかすごい食欲もう見てないじゃないですか、ディレクターこっちを。見てる。ウインナーを。ブロッコリーが入ってるらしいです。はい。はい。そんな感じでいきます。今日、これはこうなんでしたっけここで尋ねるんだ。はい。で、ちょっとどういう流れで僕も説明していいかどうかわかんないですけど、ちょっと切り替えてもらえますか。このジングル何？いつも質問コーナーで質問いただいて答えてるんですけど、ちょっと私たちもですね、ゲーム作ったり、アップデートしたり、サービス、グッズ作ったりっていう中で、皆さんから意見いただきたいなっていう場面があるんですけど、でSNS で投稿したらとかっていう話が出てるんですけど、いやこれグランゼーラの集いで直接聞く方がいいんじゃないかって話がありまして、いくつかちょっとスタッフが今気にしてることについて、今日はR タイプファイナル2-3ボルブド関係で皆さんに質問っていうかご意見いただきたいってことですね。はい。なのでチャット嫌な人は1問目と2問目はチャットでお答えいただくという感じね。はい。じゃあちょっと最初の皆さんからいただきたいのが、はい。R タイプファイナル2-3ボルブドで気に入ってる R 機体を教えてください。歯切れよく答えられます。はい。エキドナ。そうそう、アンケート的なもんです。モーニングスター。モーニングスター僕好きなんですよ。なんてバーニアっていうかスラスターのとこがすごい。シューティングスター。エキドナ、02、ラストダンサー。ディナーベルもいいですよね。カロン、レオ2、コンサートマスター。ちょっと早くて読めないよ。RX ドミニオンズ、マリコ、レクイエム、ケルベロス、エクリプス。すごいですね。皆さん示し合わせたようにちゃんとばらついてますね。フィーチャーワールドかっこいいですよね。レオ2、ラストダンサー。ルビコン、ハーデス一択、ノーザンライツ、シューティングス、アローヘッドはね、やっぱりね、鉄板ですね。アポカリプス、レオ2、カーテンコールはね、機体はこういろいろ注文つけてデザインしてもらうんですけどね、カーテンコールはね、デザイナーにね、自分の思う一番かっこいいと思うデザインにしてくれっていうオーダーで作ってもらいましたね。クロスダルビコンも人気あるな。ミスティが使ってると面白い。それはもうむちゃくちゃ嬉しいですね。僕、どんだけ社内でミスティレディ、アンチミスティレディに叩かれてるか、社内で。はい。フロックマン、ヘクトール、モーニンググローリーいいですよね。僕、モーニンググローリーの波動がすごい冴えてると思ってますけどね。トロピカルエンジェル、カーテンコール、パトロクロス、メタリックドーン。いいっすね。兼六園。白山地元なので。キューイベリー。
あ、そうです。あれもかっこいい。どういう要素が入ったらかっこいいかなっていうので作りましたね。なんかもう思い切りよくいこうみたいな感じで。あ、ディザスターレポートですね。エクリプス教科書それはタクティクスのユニットです。はい。コンサートの。ありがとうございます。でもすんごいばらついてますよね。プラチナハート。ありがとうございます。スイートメモリーですね。はい。パワーも。ありがとうございます。はい。ニーズヘック級。いや、だからそっちに行かんとってほしいですよ。僕もニーズヘック級はむっちゃ好きですよ。はい。プラチナハートも人気あるんですね。ハッピーデイズもセクシーダイナマイト。セクシーダイナマイトとかね、プラトニックラブっていう名前はね、もうスタッフも呆れてましたね。何グリとニル。なんかグリとニル、ツイッターで見かけて、すごいおかしかった。リツイートしてしまいましたけど。あ、SK さん。新しいやつですよね。ああ、そうですか。ありがとうございます。アンフィビアン2。アンフィビアン2なんだ。ありがとうございます。なんかいい感じで皆さん意見、情報いただけたんですけど。あ、SKZ ルシファー。はい。いいんですか？なんか収穫あったと。すみません。ありがとうございます。じゃあ、次の質問。R タイファイナル2、3イボルブドの中で、あれこれ古いぜ。戻して直せないの。質問間違えたそうです。はい、すごいですね。今編集できるんですかこれ。この場で。はい。すいませんね。2問目のフリップが古かったらしいです。はい。期待になってるよ。すごいですね。もう放送事故ですよ。コーヒーを皆さんも飲みながら、動揺してる。すごい動揺してます。フリップ間違え、直前に変えたんで、担当慌ててますね。まあ、あれですよ。一番面白いステージって書いてあったんで、そんなんじゃなくて、もっと主観で、なんか好きなステージとか気に入ってるステージを聞いた方がいいんじゃないかっていう話で、変えてもらったんですけど、なんかちょっとうまいこと言ってなかったみたいで、今慌てふためい、これで2問目がイボルブドの綴りが間違ってる。すごいですね。間違ってるのと間違ってるのしかないんだ。イノルブド。アルタイファイナル2、3イノルブドのあなたは責任者で笑ってる場合じゃないです。始末書ですよ、今回。気に入ってるステージを教えてください。イボルブドはみんな、この会社なんだこれ失敗して笑ってる。すごい、頭抱えてるのに笑ってる人いますね。はい。気に入ってるステージとか好きなステージを教えてくださいって。もうこれもちょっと制作もですけど、いろんな部署がですね、これちょっとぜひ聞きたいってことなんで、すいません、流れてしまったの。生態度 Z7.1 E4.0 E4.0 ですか。はい。
4.0。あ、4.0 を押す人はいい人ですね。僕の担当した 5.0。5.0 ね。E6.0。7.0。E5.0。はい。ファイナル3。ステージ1曲が好き。5時、ものすごい5時が、そうですね。治ってないんですよ。N なんですよ。N みんなミントってくる。エノルブドになってる。これ、責任者を、いや、始末書ですよ。皆さん、イノルブドって書いたらあかん。もうおかしすぎる。2.0、6.1、7.0。ね、6点。祈るブドウって漢字の祈るになって。いや、そこへ行ってるやん。3.0。7.2。7.2 ありがとうございます。4.0 と 5.0。X6.0。X6.0 もいいですね。はい。グリーンフェルドのステージ。そうですね。Y6.0。はい。ありがとうございます。7点です。オマージュステージ、ゴマンダステージ。あと、狂気、イボルブドのベルトコンベアステージ。最終目。グリーンインフェルノ。はい。7.0 ね。はい。R2.0。ありがとうございますね。7.0。アイギスも Z6.0。はい。ありがとうございます。まあ、祈るブドは、まあ、ちょっとで、まあいいです。いつまでも語り継いでいただいて、そうか、だから慌てててんや。あれ、一番面白いステージじゃなくて、気に入ってるステージにしてほしいって言ってたのにな、と思ったら、違うんだ。祈るブドです。祈る、さっきの方の面白かった、祈るブド。Rタイプファイナル4祈るブドですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、3つ目のちょっと質問なんですけど、これはね、まあ、チャットっていうか、一応4択になってます。ね、私たちの得意な4択になってますんで。はい、じゃあめくってください。この質問は非常に無責任な質問な気がするけど。R タイプファイナル3、2、3ボルブドで。R タイプファイナル2、3ボルブドの関連の食べ物を検討します。もうこれが意味不明ですよね。次のうちどれが食べたいですか？何これ？これ食べたいですかで言ったら、かまぼこが食べたいか、ビスケットが食べたいか、カレーが食べたいか、ココアモナカが食べたいかを聞いてるだけじゃないですか。前のパウアーマーとか関係なくね、食べたいの聞いたらこうなるんじゃない？はい。まあ、押してください。これ、別に押したからってね、追跡できないんで、どんどん押していただければいいですよ。同業他社の方も押していただいて大丈夫ですよ。これ、あれなんですよね。意見多かったら作る。このアンケートの結果を稟議書に貼ると。そうなんですか。それで説得力あるんですか？それで通るかもしれんっていうことなんですか？票が集まれば。拮抗してますね。ビスケットとカレーと。かまぼこ人気ないのかな？かまぼこみんな
ココアモナカってなんか妙にひねってるのが気になるんですけど。ってことはないけど、僕今お腹減ってるからどれもいいな。あ、そうですか。やっぱりカレー強い。一つに絞れない。あ、そうですね。さっきのはね、複数言えたんですけど、これ1回しか多分答えれないんですよね。かまぼこアンフィビアン型なら、まあ考えなくも。これね、時点っていうか5番目の選択肢があったんです。セクシーダイナマイトゼリーっていうのがあったんですけどね。そのまますぎるっていうので却下されてましたね。はい。2でしょ。中にチョコ入れて。ああ、なるほど。かまぼこ。はい。5欲しいゼリー。セクシーダイナマイトゼリー。セクシーゼリーですね。はい。ありがとうございます。これは担当者が稟議書に貼るそうです。このアンケート結果を。はい。じゃあ、あと10秒ほどで締め切りますということなんですね。この結果、これ拮抗してたら2つ作る話とかになるんですかね。可能性はあると。フォース組。1番は地元企業杉尾向けだな。そうですね。1番杉尾さんでしょうね。2番は北陸製菓さんですかね。はい。まあ勝手に社名出すなんて怒られてますけど。はい、ありがとうございます。いただいた、3つちょっといただいたご意見はですね、重要資料というか情報としてですね、担当部署に伝えて、稟議書に使うそうなので、バイドバーガーですか。ここ、皆さんの書いてる方がおもろいんじゃない？ミスティだと綿あめだなって、すごいですね。はい、社名は拷問されますよ。拷問されそうですね。社名は慌ててましたね。はい。ありがとうございます。では、これは、ちょっと真面目な話、担当部署にちゃんと伝えますので、ご協力ありがとうございます。これからも時々ですね、こんな感じでですね、ご意見賜ることもあろうかと思いますので、よろしくお願いします。はい。じゃあ、ちょっと R タイプの情報、ちょっとそんな感じで、そんな感じでってなんですけど、アップデートの準備はしてるんですけど、ちょっと出せてない情報もありますので、またそれはSNS 等で皆さんの方にお伝えするようにします。はい。ちょっとおかしい。祈るぶどうも大概でしたけど、皆さんの書いてるのが面白いですよね。はい。では、これは正規の質問コーナーってことなんですね。はい。なんか急に僕は緊張、さっき気楽に聞けてたのに。はい。じゃあ質問をください。はい。1番目は要望 R タイプファイナル2、3。投稿するときに自動で R タイプファイナル2、3のハッシュタグがつく機能が欲しいです。これはあれですかね、ゲーム機から投稿するときのことかな。はい。ですかね。まだなんか盛り上がってる食べ物が。ヨークゴーン海鮮丼とか言って、食べ物が盛り上がりすぎじゃない。スイッチの投稿、そうですね。スイッチの投稿、タグ入れれますよね。僕、ゴルフゲームの時入れましたよ。入れてくださいね。はい。はい、承知しました。そうですね。そうですね。
これもう決めてほしいんですけど、R タイプファイナル2か3か。はい、なんか頭抱えてます。決めてきますね。はい。ホースウイロ食べ物、ヨーク焼き鳥とか、ヨーク焼き鳥丼とかになったらそのままじゃない。はい。はい。では、これはだからあれですね、対応できるプラットフォームのは対応していきますよっていうことですね。でちょっとそのいただいてるみたいな、ファイナル2なのか3なのかは推奨で、 SNS の方にもちょっとそれを入れておいてほしいんですけど、はい、よろしくお願いします。はい。もう食べ物ネタ、絶対絶命都市バービーに共栄都市キャラのゲスト出演はあるんですかねそれは顔しかめてますね。はい。じゃあ、次の質問に行きますか。質問 R タイプタクティクス1にコスモス。R タイプタクティクスで1と2のパラメータなど相違のあるユニットがありますが、これについてはどのように調整されるのでしょうか。以前、1シナリオも2に合わせて配置時に完済できるようにするとおっしゃっていましたが、やはり2に寄せるのでしょうか。そうですね。今は2のルールとか2のデータで1を、すごいですね、2は2って言って、こっち1って言わず 1の方も2のルールでプレイする形にはなってますね。ちょっとそれによって難易度が下がってる部分もあれば、ちょっと単純に2に揃えれないところも正直ないこともないので、今まさにちょっとそこの課題をどうするかっていうところに差し掛かってますね。プレイしながら、ここはこのままでいいのかって。制作の方針は以前お伝えしたように、2のルールに揃えて1をプレイするっていうことなんですけど、ちょっと部分的に例外っていうものが出てくるかもしれないですね。はい。なので、書いていただいていることの回答としては、基本的にはそうなります。2に寄せますということになります。はい。ちょっと今まさにその部分の最終調整をしているところですね。もともとね、別になってるゲームを一緒にしていて、かつそれでいて完全に独立してるわけでもないんで、1をそのまま移植したり2をそのまま移植してるっていうことでもない部分もあるんで、そういうふうに作る手もあったのかもしれないですけど、私たちとしては1と2だけじゃなくて、それの発展したものも入れていきたいって思いもありますので、この機会にちょっとルールを統一したいというふうには思ってます。はい。では次は、これは要望 R タイプファイナル2-3ボルブド。先日開催されたハピネットゲームフェスで使用した FZ フォーメーション Z はゲームスピード 1.2 倍速の設定でハイテンポかつ歯応えのゲームプレイです。R タイプファイナル2-3ボルブドにはスロー機能がありますが、今から倍速機能を追加するようなことは技術的に可能でしょうか。これ、ありがとうございますね。プレイしていただいて。そうですね。シティコネクションさんと、話を詰めてて、プレイする方のいろんな幅があるんで、難易度、ベリーイージーとかつけてはいるんですけど、どうしてもちょっといろんな人に合わせにくいとこもあったんで、話の中でその1.0 倍っていうのが、普通のゲーム初めてやった時にもある程度遊べる形になっているのから、ちょっと慣れてる人からするともっとテンポよくしたいよねっていう中で、1.2 倍とか 1.5 倍までかな、50% 増しまで
ゲーム速度を上げれるような仕組みをちょっと入れて切り替えれるような形で入れさせていただいて私有イベントに出していただいたんですけど、そうですね。ちょっとその時にシティコネクションさん、フォーメーションセット出していただくシティコネクションさんと、この機能よかったらファイナル2、3に入れてもいいですかねみたいな話もしてたんで、技術的にはもちろん可能ですね。なので、どちらかというと入れる方向では検討してますね。タイミングをどうするかって、ちょっと4月の方には、早くするののちょっとリスクもあるんで、ちょっとチェックの時間も必要かなと思いますんで。ただちょっとね、3年とか経ってるんで、もっと歯応え欲しいっていうところもあるでしょうから、これは入れる方向では話は進んでいて、まだ言ったらいかんって言われてたんですけど、この質問が出てきてしまったんで、流れ上ちょっと言ってしまいましたけど、はい。そうですね。僕もちょっと正直ね、入れるまではね、半信半疑なとこもあったんですけど、ちょっと試してみましょうって話で入れてみたんですけどね、思ってたより良かったんで、はい。ちょっと入れる方向ではいますね。はい。いいんかな、これ言って。よかったんですかね。みんなうつむいてますね。はい。言ったらいかんかったかもしれないです。はい。では、次が最後の。すいませんね。ちょっと時間の都合で最後の質問だそうです。はい。要望。R タイプファイナル2、3イボルブドの質問です。ファイナル2もいよいよ3周年3周年間近ということでお聞きしてみたいです。九条さんが一人のクリエイターとしてこのゲームを制作する際に最も苦心し、ぜひとも見てほしい、また体験してほしいと思う部分がありましたら教えてほしい。そうですね。いくつかあるんですけど、ちょっと順番、どれが一番って言いにくいんですけどね。一つはね、その3周年っていうのがまさにそうで、ファイナル2作るときに、ファイナル2っていうゲームを作るんじゃなくて、R タイプファイナル2っていうプラットフォームを作ろうと思ってたんで、長くステージとか機体を足していくようにしたいっていうのが、もともとの R タイプファイナル2の制作時のやりたいことの骨格の一つでしたね。機体を集めるのとステージを集めるっていう要素があって、でステージも7ステージっていうのの組み合わせを自分がで作れて、ステージの名前もステージの名前変えるって結構地味な機能ではあるんですけど、それこそステージの名前も自分の物語でステージを組み合わせてつけていただくっていうのはありましたね。だからステージもかなりなんていうのかな、いろんなクリエイターっていうかゲームデザイナーに作ってもらってるんですけど、その人たちの割とこういう内容にしたいっていうものに対してもあまり細かい枠をつけずに、その多様なステージっていうのをすごく考えて作ったんで、そのやっぱ幅の広さは感じていただきたいし、先ほどの質問もありましたけど、その中で好きなステージと嫌いなステージがあってもいいかなと思っていて、で気に入ったステージで、自分の7ステージサーガを作ってもらうっていうか、それにタイトルをつけるっていうことを体験っていうかやっていただければなと思ったし、あとプレイヤーの機能に関しても、かなり乱暴な武器も足してたりしてたんですけど、そういうのもやっぱりコンシューマーのシューティングの遊び方としてあるかなと思ってるんで、すんげえ強い組み合わせとか見つけてとか、ステージとの相性みたいなのも
なんか探してもらえればなと思いましたね。でもう一個はちょっと実現できてないんでちょっとなと思ってるの発信シーンをねやっぱ VR で見ていただくっていうのもね割と最初からやろうと思ってるんですけど、ちょっとこれはまあ今もあるチームでは進めてるんですけどね、ここはちょっとまだ未達なんで、だからまだまだちょっとファイナル2-3イボルブドに関してはまあ作っていきたいと思ってますね。まあそんな感じですね。ちょっと聞かれてることに関してあんまりかっこよくポンと一言で言えないですけど、まあ苦心しっていうのはそんなにないかな。苦心はね R タイプデルタの時が一番苦心しましたね。本当にしんどかったのはファイナル R タイプファイナルの最初のやつじゃないですかね。そんなこと今言うなって。デルタはやっぱ苦心しましたね。ポリゴンで R タイプ作るっていうのはちょっとそれまでの R タイプのルールのままでいけないとこもあるし、それでいてやっぱちょっと R タイプの熱狂的なファンの方もいらっしゃるから、ちょっとそこではすごく落としどころっていうのは苦心しましたね。でまあファイナルそうですね、ファイナル2はまあそういう経験もあってプロジェクトも進めてましたんでですね、まあでもそのねそれぞれに関われてすごく良かったし、まあ今も遊んでいただけてるのはすごく嬉しいですね。はい。まあちょっとあんまり話がまとまってなくて申し訳ないですけど、まあ正直なとこをお伝えしました。はい、では質問のコーナーはこれまでですけど、ちょっといただいている質問は担当の部署に伝えておきますので、はい、ご容赦ください。では、次は告知ですか？告知があるんですか？告知が2つ。はい。では1つ目。グランゼラストア。新商品入荷。もう 1000% 売り込みです。はい。皆さん惑わされないでくださいね。グランゼラが売る気満々ですよ。はい。これ、新しく出たやつなんですね。唐揚げ弁当食さん、ありがとうございます。ワイド図鑑の進捗一言。テキスト。ポエムな。説明文ですよね。はい。デルタはアイレムの完全復活を感じて嬉しく。まあそうですね。一回撤退した後でしたからね。ここであんまり言わとってほしいって言われてますけど。まあそれはそういう意気込みで作ってましたよ、当時ね。本当に。はい。じゃあ、これ、説明あるんですか？この後の。はい。クリアファイル。R タイプファイナル2、3クリアファイルとファイナル3イボルブドクリアファイルがそれぞれ440円。僕、こんな説明する係なんですか？それぞれなんですね。2つ買うと880円なんですね。はい。まあ、これはデザインはもうかっこいいですよね。さすがに。はい。で、絶対絶命と手法プラスクリアファイルと絶対絶命とシリーズのクリアファイル。はい。4プラスのなんて集合写真みたいなのが、なんかいいっていうか、まあいいなと思いますけどね。で、絶対絶命都市の、最初の絶対絶命都市、まあこれ、シリーズで、色を最初に決めるんですね。ロゴを作るときに色を決めるんですけど、まあ1はまあ赤、なんか警戒色っていうか、なんか注意喚起するような赤。で、まあ2は割と最初から青色にしようっていう感じで作ってました。で、3の時にね、今回のロゴの色を、デザイナーにね、今回のロゴの色を教えてください。何色で作ればいいですかって言われた時にね、ピンクって言ったら、みんな、なんか会議の場で、いや、今回ピンクでお願いしますって言ったら、何作るんですかって感じでしたけどね。あと、3っていう字を大きくしてほしいっていう。まあ、だから、
絶対絶命都市3の3の数字でかい。でね、絶対絶命都市4の緑っていうのもすぐ決めてね、3の3よりでかかったんですよ、最初。もう4しか見えないぐらい。いや、でかすぎるって言ってサイズになったんですけど。で、5はオレンジ色です。オレンジ色のロゴに。なんか口を押さえて言うな言われてますけど、いいでしょ、言ってもそれはいいんですよね。はい、こんな感じでクリアファイル出てますので、これでも別に1年前でも発売できたんじゃないですか。このタイミングなんですね。はい、で、この次は出た耐水ステッカーセット。絶対絶命都市4プラスの耐水ステッカーセットです。1430円もそれ高くないですか？そんなことないと。これは左の7個入りと右の7個入りセットで1430円。一つあたりは100円だと。耐水ステッカーで製造費が高いってカンペに書いてある。そんなカンペあるんや。おしゃれな、全体的にはおしゃれなステッカーになってますね。だから MacBook とかのリンゴの横とかに貼っておくと非常にこいつおしゃれだなって思ってもらえるんじゃないかなと思います。はい。すごいですね。本当に売り込みなんですね、これ告知は。はい。ということでよろしくお願いします。こんなまとまり方なんですか？はい、すいませんね。気にしないでください。はい。ちょっと興味あったら、はい、買っていただければと思います。では次の告知2つ目ね。集大祭、シューティングゲーム大感謝祭2024が4月6日7日、来週ですよね、これね。来週の土日にゲーセンミカドさんの YouTube チャンネルでライブ配信されます。2日間ね、土曜日と日曜の昼12時から夜の11時まで。いいですか？ゲーセンミカドさん。これがあると。集大祭。シューティングゲーム大感謝祭。毎回集大祭の何が略されてるんだっていう話になりますけど。はい。で、これにグランゼーラも出ます。出演時間。ね。シューティングや言うてんのにシミュレーションゲームを持っていくっていう、この空気の読めてなさみたいなとこが、私たちの売りだ。これは集大祭さんに話通ってるんですかね。これシミュレーションゲームですけど大丈夫なんですか？はい。ただね、タクティクスコスモスとファイナル2、3はね、ただね、この番組ご覧いただいている方にとったら、あんまりちょっと新鮮味のある情報が出ないかもしれないですね。どちらかというと、ちょっとまだ知らない方向けに、ちょっと情報をまとめてお伝えするような感じになりそうですね。フォーメーション Z もそうなんですけど、ちょっとフォーメーション Z だけちょっと隠し玉の情報があるんで、シティコネクションさんを差し置いて、グランゼーラの枠でちょっと言わせてもらおうと思ってますんで、3タイトル、今のとこはですけど、ちょっと3タイトルの紹介をさせていただくと。集大祭に、シミュレーションを持っていくということになってます。はい。で、グランゼーラの出演時間が土曜日、4月6日の土曜日の17時から18時ですね。これはうちの広報担当者が帰りの北陸新幹線から逆算して集大祭の実行委員に強くこの枠を望んだ結果なんですよね。全部言いやがっててむちゃくちゃ怒ってる。違うんですか？この時間にしてほしいって言ったんでしょ？そんなに強くは言ってないと。こう配慮いただいて
この枠がいただけたと。あ、そうなんですか。僕は他社さんを押しのけてここ違うんですか。そうらしいです。はい。で、私も歯切れよく説明に行きますんで、ぜひ見てください。はい。ということで、お伝えしてまいりましたけど、グランゼーラのちょっとね、情報はね、まあちょっと薄くて申し訳ないですけど、ちょっと私たちは逆にちょっと得られる情報が多かったんで、ちょっと番組のスタッフは結構収穫はあったかなと思うんですけど、ちょっと皆さんにとってはちょっと密度薄かったかもしれないですけど、まあ来月はタクティクスの情報を動画がいろいろお見せできると思いますんで、はい、そうですね。今まあゲームは動いてるんですけどね、ちょっとプラットフォームごとのなんていうんですかね、負荷チェックみたいなのにいくつかちょっと引っかかってまして、それを調整していて、ちょっと今日お見せできなかったんですけど、まあ、そんな感じで制作の方を進めてますので、よろしくお願いします。はい、次回は4月26日。はい。まあ、そうですね。ファイナル2出て3年。イボルブとかね、ちょうど1年ぐらいなんで。で、まあ、これからもアップデートを続けていきますっていうことと、まあ、コスモスの話を重点的に行います。はい。で、まだ言いたいのがあると。すごいですね。なんか挟み込もうとしてますね。はい。はい。ポンコツロマン大活劇ワンピートと、グランゼラ TV っていう、まあ、別チャンネルで、まあ、有志でゲーム実況っていうんかな。ゲーム実況っていうんですか、あれ。僕がプレイしてボソボソ言ってるだけですけど。はい。これ、先週かな。公開1回目のチュートリアルだけで終わってしまったんですけど、今日この後10時半から、今日の夜10時半から、第2弾の配信を行うということなんで、まあちょっと古い、20年近く前の古いゲームなんですけど、まあ興味ある方ぜひご覧ください。はい。ということでお伝えしてまいりましたけど、今ちょっと暖かいんですか？この間まですごい寒かったですけどね。まあちょっと暖かくなるんですかね。まあちょっととにかく気温の変化が激しいので、皆さんも体調など崩さないようにしてください。私もちょっと去年の暮れぐらいからね、なんか時々体調崩してたりするんで、はい。皆さんも気をつけてください。では、お別れの時間です。今日はシンガーソングライター飯田舞さんが歌う君の隣でを聴きながらお別れです。おやすみなさい。例えば今日がどんなに悪い日だろうと、少しずつ明日へ続く道を歩く。例えば僕がその道を歩くことをやめても、街中に溢れてる気づいてくれるかな。振り返る穏やかな日々、君の隣で笑っていた。あの頃明日が待ち遠しかったんだ。
僕はこんなにこんなにこんなに大切な君を守りたい守りたい君だけを何度も何度も何度も君の名前を呼ぶよまた巡り合うためにとても強くて激しい風が吹き抜